はい、皆さんこんにちは。車の大地園家シノピーです。今回紹介するのはこちら、オートブライトダイレクトっていうメーカーのスノーホームランスで、スノーホームランスって言ったら過去にケルヒャーを使ったこのあわあわ洗車のやつで紹介したんだけども、こっちの方がきめ細かい泡作れますよっていうね、コメントかなんかを見て購入しちゃいました。で、結構ね高いです。先に金額を言っておくと、このスノーホームランス、これが1万5000円で、物自体が結構しっかりしたものに入ってるね。こういったものです。で、もともとはね、イギリスのメーカーで、日本に代理店があって、その日本の代理店から Amazon で購入したんだけども、カーシャンプーが別売りなんだけども、マジホームってやつ、これ3000円で購入しました。これがね、きめ細かい泡みたいで、海外のスノーホームランスを使ってる動画を見たことある人ならわかると思うんだけども、過去に僕が紹介したスノーホームランスは泡で洗車して、その後にムートンで汚れを落とすみたいな感じなんだけども、海外だと泡まみれにして、でそれで汚れを自動的に落とす。であとは洗い流して汚れがもう落ちていますよっていう、なんて言うんだろう、触らずに洗車をする。でこれも触れずに洗車ができますっていうのが、謳い文句としてあって、海外の動画を見てる時に思ってたのが、これ水垢系のカーシャンプー、アルカリ性のカーシャンプーを使ってるんじゃないのかなと思って、昔からちょっとね興味があって、水垢取りシャンプーみたいのを使ったりしてたんだけども、泡立たないね。そういうのを使っちゃうと泡立たない。だから僕の場合は普通のカーシャンプーを使って泡立たせて、そこから汚れをムートンとかスポンジで落としていくっていう方法をとっていたんだけども、このマジホームっていうのはアルカリ性で泡立ちがもうめちゃめちゃいいと。シェービングホームぐらい泡立ちがいいということなので、ちょっと興味本位で買っちゃいました。で今回は実際に泡洗車をしてみてどんな感じなのか、泡のきめ細かさとかそういうところも見ていけたらいいかなと思っています。そしたらね、ここでいろいろ言っててもしょうがないので、早速外に行って洗車をやりたいなと思います。はい、そしたら今回こちらのミニを洗っていこうと思います。でまず最初に汚れの確認だね。まずこちらがルーフです。この辺結構ね、砂ぼこりみたいのが乗っかって、点々々と斑点模様みたいになっています。それ以外で言うと、このドアノブのところ、水染みみたいのがあります。これは洗車だったり雨降った後に水が垂れてきて跡になっている状態。これも落ちるのかどうか。あとこの辺のボンネットはもう水圧で飛んでっちゃうかもしれないんだけども、この辺の砂ぼこりもちょっと気になるので試してみると。あとミラーの下か、サイドミラーの下ちょっと見にくいんだけど、この辺のね水染みも気になるので落としていきます。あとはその泡の硬さだって泡の質、その辺が一番気になるので、その辺を注目しながらかな。そしたら洗ってっちゃおう。そしたら使い方なんだけども、希釈率が原液1に対して水が10で、これ自体は約1リッター入るので、ちょっと1回目いっぱい作っちゃいます。で最初なので、適当にではなくしっかり測ってやっていこうと思います。匂いはね、商品ページにも書いてあったんだけど、バナナの匂いなのかいいや、ちょっとやっていきます。まず50ml がどれぐらいなのか。こんなもんね。そしたら1リッターぐらい作りたいので、もう100ml 入れます。入りました。で水を1リッター入れていきます。100、200、300、400ってあるから100は測れるね。この半分が50のメモリはないけど、1リッター作るんだったらだいたいわかるか。なんなら1000までメモリあるから、この水もねそれに合わせて入れちゃって大丈夫だと思う。測る必要はなかったね。メモリがありました。しっかり満帆だわ。であとはこのキャップを閉めると OK でしょう。そしたらケルヒャーを用意します。メイドインイタリーって書いてある。イタリア製なの？イギリスかと思ってた。そしたらまず簡単に水洗いしていきます。
そしたらノズルを付け替えます。はい、付け替え終えました。でこれ過去に紹介してるスノーホームランスとほぼ一緒。泡の量の調節とあと幅の調節ができます。そしたらやってこっか。最初どれぐらいなのか分かんないので適当にいきます。これ今水の量が目いっぱい多い状態、なんかシャバシャバだね。でマックス泡の量を多くやってみます。風がちょっと強いな。わ、すごいねっちょりしてる。いいじゃん。ちょっとこのまま続けてきます。うわ、すげえ。風強い時やんない方がいいなこれ。けどすごいねっちょり、ほんとシェービングクリームみたいな感じ。これは好きな泡だぞ。あ、いい感じじゃん。で通常、この泡の状態で汚れをスポンジとかで落としていくんだけども、これはこのまま、1分ぐらい放置して水をかけて汚れを落とすと。泡の質良すぎるわ。泡だけちょっと見てみようか。この辺に泡だけをかけてみます。すごくない？ほんとね、きめの細かいプラス粘土っていうかのペットではないけど、いやすごい。で一周できたらノズルを変えて洗い流していきます。あんま待ってると乾いちゃうのでちょっと洗い流します。いやいいね、気持ちいいわ。そしたら一回拭き上げよっか。一旦拭き上げが終わりました。で今ふとね、僕が思ったのは、普通高圧洗浄機を使ったからといっても、ただ流しただけ、スポンジとかを一切使ってないのにもういきなりこう拭き上げてたわけですよ。で拭き上げながら全然汚れ残ってないなっていう。いやすごい。外国とかだと泡泡をやった後にカーシャンプーとかで洗ったりするんだけど、結構これだけでも十分落ちちゃうなっていう印象。もうなんか綺麗だもん。人によってはもうこれで十分なんじゃないかな。で気になってた屋根とあとドアノブ周り、その辺見ていきます。ちょっと拭き上げちゃってるから、もし汚れが残ってたとしても取れてるんじゃないのっていう疑問はちょっとありますが、屋根はピカピカです。あとドアノブ周り、ここもシミはないね。なんだろう、水がね、この滴った跡っていうのは水をこう吹きかけてる時に出てたんだけども、白い跡っていうのは消えたよ。でボンネットも綺麗になっています。この辺にちょっとね水染み、これ見えないかもしれないんだけども、これはねもうちょっと塗装が劣化してるようなシミなので、これはもう落ちなかったな。けどこの辺全体的にはものすごく綺麗になっています。でこのミラーの下にあった水染みもないね。すごいピカピカになったな。いや楽だわ。もちろんね落ちないような汚れもあると思いますけど、すげえ落ちてんなっていう印象。そしてめちゃめちゃ楽。難点はちょっとね、ケルヒャー用意するのがめんどくさいっていうとこぐらいかな。やっぱアルカリ成分が入ってるから汚れを分解しながら落としてくれるっていうとこなんだろうね。でそのアルカリ成分まではいいんだけども、アルカリ成分が入ってる割に泡の持ちがいいっていうのかな。ちょっと試してみようか。そしたらまず僕が気になったのはこのスノーホームランス、これと僕が持っている昔買ったスノーホームランス、これの違いがあるのかどうかを先見ておきます。で中身は同じ希釈率の洗剤、先ほどのマジホームが入っています。これで泡の感じをちょっと違いを見てみよう。でその後に他のシャンプーとかも使ってみます。そしたらまずオートブライトダイレクトのスノーホームランスからちょっとかけてみます。いきます。こういった感じです。すごい泡泡で、これがスノーホームランス、これのおかげなのか、それとも洗剤のおかげなのか、それとも両方のおかげなのかっていうのが僕気になるので、そこをちょっと調べるためにもう一個の方も使ってみます。だいたいねこんな感じの泡ですよ。ほんとね濃いっていうの違うな、なんか粘度がやっぱ高い。こんな感じです。そうしたら僕が過去に使ったこちら、これ1万円ぐらいだったかな。これもねそこそこしたんですよ。これを試していきます。
で泡マックスにしていきます。機械の性能あるかもしれない。これなんか若干柔らかくない？どう？水の量の調節がこっちの方が効くのかな。ちょっとね水っぽいよね。こっちの方が立体的にちょっとボコボコなるような感じ。説明合ってるかな。違う気がしてきた。同じ設定、水の量一番少なくしても、僕が前に買ったこれより今回購入したオートブライトダイレクトの方が泡の感じが違う。泡立つっていうのかな。すごいわ。分かりづらいかもしれないけど、これはね違いはありますよ。そして撥水も影響なさそうだね。なるほど、面白いです。そしたら続いてシュワラスターの水垢取り用のクリーナーインシャンプー。これもアルカリ洗浄だね。これを希釈します。で、先に言っておきます。このシュワラスターのやつはこのスノーホームランス用に作られていないので、そこは誤解されないように。でもこれはもう結構入れちゃうよ。あえてざっくり 200ml 入っています。でここに水を 500ml 入れようかな。 OK で500入れます。でこれで700作られたわけですよ。これで吹きかけると。やっぱそれ用に開発されてるのはすごいと思う。そしたらかけてきます。パッと見はすごいねっちょりしてるような感じするんだけども、この泡の高さが出ないっていうの。まだこれだとね水っぽいんですよ。わかるかな、これの違い。これ相当濃いかな。濃くすればいいっていうもんでもないんだと思う。横から見れば分かりやすいかも。シュワラスターのクリーナーシャンプー、すごい真っ白で濃いから粘性があるっていうか、ちょっとねっちょりした感じなんだけども、泡が立たない。これもね、最適な水分量っていうのもあるんだと思う。そこら辺はちょっと検証できてないかわからないんだけども、どの商品も大体こんなもん。普通のカーシャンプーを使うと。で結構な量入ってるからコスパが悪いんだよね。そしたらもう一回ちょっとマジホームでやってみます。なんだろうな、メレンゲとかほんとシェービングクリームに近い感じ。こういう風になんなかったと思うんだよね、さっき。もちろん用途、さっきのやつはね用途が違うので、もうそれは仕方ないことだし、希釈割合も正しくないので。けどこの泡立ちはちょっと今まで味わったことないっていうか、なんなら味わいたかった泡立ち。海外の動画見ると大体こんな感じの泡立ちなんだよね。 OK、 楽しいわ。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はオートブライトダイレクトのマジホームとベビーデューティースノーホームランス、これを使って泡泡洗車をしてみました。で、使ってみた感想なんだけども、求めてたものがこれですと。そういった感じです。前買ったスノーホームランス、あれにカーシャンプーを入れて使った時、一番最初はすげえと率直に思ってました。けどなんか海外の動画を見るたびになんか泡の質違うなと。で、普通のカーシャンプーだとなんかペシャペシャしたね、ちょっと柔らかいような泡だったんだけども、今回このマジホームとこのベビーデューティースノーホームランス、この組み合わせは固めの、僕が求めてた高さの出るって言ったらいいのかな、泡でした。で、この泡のねいいところはやっぱりね、ゆっくりこの泡がね下に落ちていく。シャバシャバだともうすぐ流れちゃって、特にそのカーシャンプーの残りでシミとかにねなっちゃうことがあるんですよ。だから夏場とかは結構ねスノーホームランスを使って洗車するのが難しいっていうのがあったんだけども、この泡だったらねいけますよ。けどアルカリのこのカーシャンプーなので、もちろんねずっと放置しておくとシミになります。その辺はちょっと注意が必要かな。あと金額も15,000円とちょっと高い。で、コスパは僕1リッター最初作ったんだよね。で、その時のこのマジホームの量が 100ml で1リッター作って、600ぐらい残ってたから、そうだね、1回の洗車で50ml の、水を 500ml 入れればいいから、い
回の洗車300円ぐらいかな。コスパは悪いっちゃ悪いけど、高圧洗浄機を使ってるのである程度仕方ないところ、普通のカーシャンプーを使うよりはコスパはいいかなと僕は思ってます。でこのアルカリが、ちょっとね人によっては手荒れとかしちゃう可能性があるので、手袋とかをした方がいいと思います。で汚れの方はしっかり落ちてた。これはねまたちょっとね洗車が楽しくなるな。問題点はケルヒャーを出す気力があるかどうか、それぐらい。それと初期投資もねちょっと大きいので、ケルヒャーを持ってて普段からケルヒャーを使ってますで泡泡洗車にすごい興味があるっていう人はいいかな。で一番のメリットは落ちない汚れもあるんだけども、触れずに洗車ができるっていうところ。やっぱりねスポンジとかムートンでも触ることによって傷つくリスクっていうのは上がるので、もうそういった意味でも触らずに洗車ができる、これはね大きいことだと思います。で海外だと、落ちない汚れはその後に普通にカーシャンプーで洗っているので、僕もねずっと海外の動画を見てて、うわーこういうのいいなと思ってたんですよ。もうちょっと硬い泡がいいなとようやく出会いました。僕は当分ねちょっと使うかな。でもしかしたらここちょっとっていうところ出てくるかもしれないので、その時はまたね動画でちょっと紹介させていただきたいなと思っております。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。気になった方は是非購入してみてください。それではまた来週。